皆さんこんにちは。こんにちは。今回は自転車のバランスを語るのに避けて通れないジャイロ効果についてお話しする回です。サムネに否定的なことが書いてあるけど。そうだね。結論から言うとジャイロ効果はすごく有名だけど、二輪車のバランスへの影響はそれほど大きくないと言われています。実際、ジャイロ効果を打ち消したり、極端に小さくした自転車でも違和感なく運転できたという報告が複数あります。なんならスキーバイクとか車輪すらありません。自転車というか二輪車がバランスを取る仕組みは、フロントホイール周りのトレールやキャスターの効果と、人間が意識的にしろ無意識にしろバランスを取る効果が主です。乗る人が乗る人なら止まっててもバランス取れるものね。キャスターやトレールについては、二輪車のバランスの動画として別に作るつもりなんだけど、そこでジャイロ効果について触れると話がごちゃごちゃするし、触れなきゃ触れないで総ツッコミが入りそうだから先に取り上げておこうって考えです。ジャイロ効果自体とても面白い現象ですし、影響が小さいと言ってもないわけじゃないですからね。で、ジャイロ効果とは？ジャイロ効果は回転体に現れる現象で、日本では核運動量保存則とセットで扱われることが多いです。よくコマを使って説明されるんだけど、コマは重力が絡むことによって現象が複雑になるので、まずは無重力空間の物体で考えてみましょう。無重力空間にこんな感じのリングが浮いているとします。このリングの手前と奥を上下につっついてやると、こんな風にくるくる回転し始めます。ここまでは普通ですね。無重力で空気もなければ半永久的に回転し続けます。ではこのリングが円周方向に高速回転している場合はどうでしょうか？この時、さっきと同じように力を加えると不思議な現象が起きます。リングはつついた方向から90度ずれた方向に傾き、その傾きはその場でピタッと止まります。この傾く量は、リングが重く、回転が速いほど小さくなります。正確には慣性モーメントと角速度が大きいほどね。この2つをかけたものを角運動量と呼ぶわ。傾きの変化が止まるのは、まあ感覚的にもなんとか受け入れられるかなと思います。でも押した方向と90度ずれて傾くのはかなり違和感あると思います。その感覚は正しくて、実際ほんの少し押した方向にも動いているんだけど、回転が速いほど、そのほんの少しが小さくなり、それが無視できるくらい小さい場合を高速回転って呼んでます。この外部からの力がない限り、回転軸の向きが固定されている現象を角運動量保存則、90度ずれて傾きが現れる現象を採算運動と呼びます。正確には角運動量保存則の一部ね。厳密な定義はよくわからないんだけど、後者の採算運動のことか、あるいは角運動量保存則と両方をざっくりまとめて、ジャイロ効果って呼ばれていると思います。なぜ採算運動が起こるのか、正確な説明は抽象的になるからしないけど、ある程度感覚的な説明をしてみます。さっきと同じく、無重力空間で高速回転しているリングですが、手前と奥の1点ずつに注目してください。今は手前の点も奥の点も真横の速度を持っていますね。この時、手前の点を上方向に、奥の点を下方向に押してやるとどうなるでしょう？手前の点は上方向に、奥の点は下方向に軌道修正されます。結果として円盤全体は右に傾きます。つつくのをやめれば、それ以上の軌道修正は起きないので、回転軸の変化も止まります。逆につつけば逆に動きます。このくらいの理解でも大丈夫だと思います。いい加減ね。回転速度が速かったり、円盤が重ければ軌道修正される角度も小さくなるので、採差による傾きも小さくなるってわけです。では、地球に戻って、重力下ではどうなるでしょうか？定番のコマを使った説明を試してみましょう。これは、地球ゴマと呼ばれるタイプのジャイロ効果を体感できるおもちゃです。地球ゴマは商標だから、これはその類似品ね。回転軸の向きは外部からの力がかかっている間のみ変化するんだけど、地球では重力が常にかかっているから、回転軸の向きは変化し続けます。
重力は常に駒を倒す方向、この状態なら右側に倒す方向に働いていますが、回転軸の向きは採算動により手前側に変化します。すると重力が駒を倒そうとする向きも変わり、それと連動して採算動の方向も変わります。重力は常に倒そうとしているのに、駒は常に横方向にいなし続けて一向に倒れません。結果として駒は円錐を描くようにゆっくり回転軸を動かしながら立ち続けることができるのです。ジャイロ効果の説明だけならこれで OK かと思うんだけど、このチャンネル的にはこれが自転車などにどう影響しているのか考えないとね。回転軸が地面と垂直だと二輪車とかけ離れているから、地面と水平に置いてみよう。地球ゴマはこのように横向きに置いても倒れずに回転を続けます。原理的には全く同じで、この地球ゴマの場合は一方の軸の方が重たいから、重力によりそっち方向に傾けようとするトルクが発生します。それによって採算動が引き起こされて、地球ゴマは接地点を軸にゆっくり回転しているんです。こっちの方が不思議な感じがするかも。この状態の安定性はかなり高くて、一方の軸をかなり強く下向きに押しても全然倒れません。倒れないけど採算動の向きと速度が変化しているのは分かりますでしょうか。現在ジャイロはこのように回っています。運転者から見た前輪の回転方向に近いですね。この状態で右に倒そうとすると右に採算動します。左を押せば左です。これを見ると二輪車もこれで立ちそうって思っちゃいそうだけど、採算動ありきなので注意が必要です。下に押して倒すのは難しくても、このように採算動をちょっと邪魔してやれば簡単に倒れてしまいます。二輪車のタイヤは車体と地面の間に拘束されていて、自由に採算動はできませんから、直接的に車体を立たせることはできないんです。逆に採算動さえ邪魔しなければ、これを利用して自立する乗り物は可能です。1920年代に開発が行われていたジャイロモノレールというもので、一本のレールの上をバランスを取りながら走る電車のような乗り物です。これは車体内部にバランスを取るためのジャイロを備えています。ジャイロモノレール内のジャイロは採算動を邪魔しないケージに収められ、高速で回転しています。車体に傾こうとする力が働くと、代わりにジャイロが採算動をし、車体自体の直立は保たれます。ジャイロモノレールが成立するには他にもいろいろ工夫が必要で、 YouTube 内のこの動画がすごく分かりやすかったから気になったら見てみてね。何にせよ自由に採算動できない車輪ではこのような効果は望めません。とはいえ二輪車のバランスに全く関係ないわけではないので、どのように影響するのかいくつかピックアップして考えてみましょう。まず1つ目の影響ですが、ジャイロ効果と言ってよいか微妙なんだけど、角運動量保存則により回転軸の向きが傾きにくくなります。自由に採算動できる場合だと軸を傾けようとした力は横にいなされますが、拘束された車輪だと力の方向に抵抗しながら傾くって感じになります。具体的に言うと、車体をバンクさせようとするとちょっとグググッと抵抗する感じです。この抵抗力は素早くバンクさせようとするほど強く発生します。持ってないけどハンドスピナーとかで体感できると思います。これ別に車体を起こそうとするわけでないので、傾いた状態から起こす時にも抵抗になります。だから全体的に動きがだるくなる感じですかね。多少動きがだるい方が人間が制御しやすいって側面もあるけど、ぶっちゃけあんまり歓迎されてない性質かと思います。気になる影響の度合いですが、それは後でまとめて計算しましょうね。もう一つ、フロントホイールに限定すればステアリングによる自由度があるので、もうちょっとジャイロ効果らしい影響が発生します。例えばさっきハンドルを固定してって言ったけど、実際にはバンクさせる速度に応じてステアリングを回転させようとするトルクが発生しています。ステアリングトルクの発生方向はバンクさせた方向と一緒です。右にバンクさせれば右に、左にバンクさせれば左にハンドルが切られるってことです。さっきの地球ゴマの採算動と大体同じ現象ですね。
逆にステアリングの方を操作すると車体をバンクさせるトルクが発生します。方向としてはステアリングを切ったのと反対側に車体をバンクさせます。これらの現象も別に車体を立たせてくれるわけではありませんが、コーナリングに役立ちそうに見えます。ライテクに興味ある人は、前者はセルフステアリング、後者はカウンターステアリング時の挙動と一致すると思ったかもしれません。実際方向は一致するのですが、でも実はジャイロ効果以外でも同様の現象が発生するんです。だから実際乗っていても、どれがジャイロ効果で、どれがそれ以外の作用なのかよくわからないんです。ジャイロ効果の影響の方向性が分かったところで、ここからは他の力と比較してどれくらいの影響度を持っているのか、簡単な計算をして確かめてみましょう。まずはちょっと戻って、核運動量保存則によりバンク時に発生する抵抗を計算してみましょう。こういった回転体を含む計算は実際すごく難しくて、時間経過が絡むと足にはとても無理。だから一瞬の状況を切り取って、その瞬間のみどうなのかって形式で進めさせてもらうね。車両はとりあえずロードバイクってことにしよう。計算に使う条件は画面に映しとくね。地味に今までの動画で測った数字とかが役に立つわね。走行速度は時速 30km、車体のバンク角を80度とします。バンク角は地面から測った角度ね。車体を傾ける速度は毎秒10度。ちょっとありえない過程になるけど、ステアリングはまっすぐで固定。だから直進状態です。このままだと転倒コースね。この時、ジャイロ効果というか核運動量保存則がどれくらい傾きに抵抗するか計算します。発生するトルクは、ホイール2つの核運動量に車体を傾ける速度を掛け算するだけです。単位には注意してね。すると、0.86 ニュートンメーター、ざっくり1ニュートンメーターくらいです。条件もざっくりだから桁数だけ見とけばいいと思います。一方で、車体を傾けようとする重力によるトルクですが、これは単純に重心と接地点の水平距離に重力をかけるだけです。すると119ニュートンメーターです。まあこれも桁だけ見とけばいいと思うけど、この条件では核運動量保存則による抵抗はざっくり 1% ってことになります。あらあら。重たいホイールを使ったり、より高速を出せばもっと効果は大きくなるけど、1% が 3% になるとかと思います。体感はできないと思います。次に前輪とステアリングの関係についても計算してみましょう。まずは先ほどと同じ条件でステアリングを固定しなかった場合、ステアリングに現れるジャイロトルクを見てみましょう。セルフステアリングの話ね。バンク角は80度だから、コーナーの寝かし込みの最初の方ってイメージになるでしょうか。実は計算はさっきとほとんど同じで、1輪分でトルクが作用する方向が変わっただけです。だからざっくり 0.5 ニュートンメーターくらいです。ステアリングにかかる他の作用は、フロント周りのキャスターとトレールによるものと、重力によるものの2つがあります。キャスターとトレールによるものはちょっと難しいから割愛して、重力によるものだけ計算してみましょう。これは単純にステアリング軸からフロント周り意識の重心が前方にずれているから発生するトルクです。停車状態でも車体を傾ければハンドルが切れるあれね。ざっくり計算するとバンク角80度で 0.5 ニュートンメーターくらいです。今度はほとんど同じじゃない。そうだね。同じくらいみたい。このジャイロトルクはこの一瞬の条件なら、フロントバックに 1kg くらいのものを積んだ時くらいに相当するから、判別できるかは別として、感じられる強さのはずです。でもステアリングトルクの主役はキャスターとトレールによるものなんだよね。これは進行方向とタイヤの向きが一致している時はほとんど発生しないけど、そこからずれればずれるほどタイヤの向きを戻そうとする方向に働きます。だから例えば重力トルクなんかフロントに荷物積めば何倍にも増えるけど、キャスターとトレールによるトルクがハンドルを戻そうとするから直ちに制御不能にはなりません。というわけで影響はあるけど主役にはなれない感じ。最後にカウンターステ
テアリングへの影響です。カウンターステアリングってシチュエーションによって目的がだいぶ違うんだけど、今言っているのはコーナリングのきっかけとして使うカウンターステアリングです。コーナリングの直前、ごくわずかに短時間、ハンドルを曲がりたいのとは逆方向に切ります。すると曲がりたい方向にバンクし始めます。これたびたび論争になるのよね。真面目な二輪力学の本なら 100% 載ってて別に親切でもなんでもないんだけどね。とにかく、ロードバイクで時速 30km で走行中、ハンドルを左方向に 0.1 秒かけて 0.5 度切ったとします。数字は適当ですが、無意識で行うカウンターステアリングは多分こんなもんでしょう。今回の計算はバンクさせる速度の部分をステアリングをひねる速度に置き換えるだけです。すると 0.2 ニュートンメーターくらいになります。だいぶ小さいわね。ハンドル端に 100g 乗せたくらいだね。試せばわかりますが、カウンターステアリング時に発生する車体を倒そうとするトルクはこんなレベルではありません。カウンターステアリング時に作用するもう一つの力は、タイヤと路面の間から発生するものです。わずかですがハンドルが切られると、路面とタイヤの間に角度がつきますので、それによってタイヤはハンドルが切られた方向に行こうとします。スリップ角ってやつね。直立状態から足を引っ張られるようなものですので、車体は引っ張られたのと反対側に倒れ込むわけです。これで重心高さ 1m として計算すると35ニュートンメーターです。ふむ。というわけでこれもジャイロ効果は 1% くらいしか影響してないということになりました。あとは定常旋回中のステアリングトルクにも影響するけど、手で押さえる強さがほんのり変わるだけだから割愛します。つまり結論として、ジャイロ効果はバンクし始めのセルフステアリングに少し影響するだけで、他はほぼ影響なしってことです。このチャンネル散々時間かけてほとんど影響なしって結論多くない？そんなことないし、タイヤと空気抵抗はめちゃ影響するって言ったし。最後に大事な補足があります。今回、計算の対象をロードバイクとしました。ロードバイクの車輪は特に軽量なので発生するジャイロ効果が小さいです。また、重心が高いので、重力やタイヤから受けるトルクが大きくなり、相対的にジャイロ効果の影響がより小さくなります。そこで、いろんな二輪車がどれくらいジャイロ効果を受けやすいのか、こんな表を作りました。ジャイロ影響指数とは、それぞれの車両が持つ角運動量を重心高さの2乗と質量で割った指標です。厳密なものではなく、あくまで指標だけど、この数値が大きいほどジャイロ効果の影響を受けやすいって感じになっています。ロードバイクやミニベロは最も影響を受けにくい部類になるようです。ミニベロの安定性の低さをジャイロ効果の低さで説明する人もいますが、ロードバイクと同程度なので、おそらく関係ないでしょう。ほとんどが車体ジオメトリの違いと、タイヤ径が小さいことによる乗り越え性能の差かと思います。オートバイなら車輪の完成モーメントが大きく、速度レンジも高く、その割に重量増はそれほどではないので自転車より1桁はジャイロ効果の影響が大きいです。ロードバイクでもある程度影響が出そうな、バンクし始めのステアリングへの影響は、オートバイならかなり大きいのではないでしょうか。またロードバイクでは 1% くらいだったバンク時の抵抗や、カウンターステアリング時の影響も 10% 以上になってきて、存在感が出てきそうです。特にバンク時の抵抗はネガティブな意味で話題になりますね。今回、オートバイの計算にはエンジンの角運動量を考慮していないのですが、最近の高性能オートバイがホイールと逆回転するクランクを持つエンジンを使う一つの理由として、ホイールのジャイロ効果を相殺してバンク時の挙動を軽くする狙いがあるそうです。ちなみに、ジャイロトルクは基本的に動きの速さに比例するので、十分な角度がつくまで大きくならないタイヤや重力由来のトルクと違い、瞬間的に立ち上がります。レース用オートバイには有益な特性でしょうし、この立ち上がりの差によりジャイロトルクとそれ以外を判別できる人もいるかもしれません。アーシには無理です。ちなみにジャイロ影響指数は完全オリジナル独自研究なので、
学校で話しても何言ってんだこいつってなるだけだからご注意ください。というわけでジャイロ効果の動画でした。冒頭でも言いましたが、二輪車が倒れない本当の理由についての動画はまた今度やりますね。この動画が面白いと思ってくれた人は他の動画もぜひ見てみてください。コメントやチャンネル登録もよろしくね。X フォローもお願いします。お願いが多い。それじゃまたね。バイバイ。バイバイ。